皆さんのバイク息してますか？アータビ。こんにちは、青です。今日もアータビ始まりました。突然なんですけど、皆さんのバイク息してますか？急にね、息してますかっておかしいと思うんですけど、言い方を変えるとエアクリーナー交換してますか？今日はエアクリーナー交換をやりたいなと思います。でこのエアフィルターなんですけど、交換自体はねだいたい5分ぐらいでできるんですよ。すごい簡単にできるものです。お急ぎの方はね、概要欄にメニュー貼っておくので、そちらから飛んでみてください。でまずエアフィルターって何かっていうと、人間に例えるとすごい分かりやすいんですけど、マスクみたいなものですね。花粉症の人がマスクせずに外に出たら、もう花粉が体の中に入ってきて、もうくしゃみとか鼻水とかすごくて、ツーリングどころじゃないってなるじゃないですか。それと同じようなことがバイクでも起きています。その空気中に虫とか砂とかホコリとか結構舞ってるんですよ。でそれが心臓部に入っちゃうと、やっぱり汚れが詰まったり中が傷ついたりってしちゃうので、ここにねフィルターが入ってます。でこのフィルターでこしてきれいな空気を心臓部に送ってるっていう役割のものになります。でこのエアフィルター交換しないと一体どうなるのって、これも人間例えると分かりやすいんですけど、すっごい分厚いマスクをつけて全力疾走してるようなもんです。めっちゃ苦しいですよね。エアフィルターも交換しないと十分な空気をね中に送り込めないんで、バイクがねすごい苦しい思いをしちゃうんですよね。具体的には燃費が落ちたりパワーが落ちたりします。ほんとひどくなってくると、信号待ちとかでアイドリングした時にストーンってエンジン落ちちゃうんですよね。でも走ってないから十分な空気が中に入ってこないんですよ。だからずっとアクセルと煽ってないとエンジンが落ちちゃうみたいな、そういう症状も出たりします。でエアフィルターにも種類が3種類ぐらいあって、乾式、湿式、ビスカス式っていう3種類があります。乾式はブスとか不織布でできていて、掃除機のフィルターみたいな感じですかね。ロシで空気、汚いものをこすとって中にきれいなものを送るっていう感じになります。でこのハーレーは乾式のフィルター使ってますね。なんで今回は乾式フィルターの交換方法です。湿式はスポンジでできていてオイルが染み込んであります。私のゼロがちょうど湿式なので、こっちのフィルター交換はまたそれはそれでまた別にやりたいなと思います。でそれともう一つビスカス式、これはロシのフィルターにオイルが染み込んで作られてあるものになります。で交換頻度なんですけど、だいたい4000キロで清掃、1万キロで交換っていう風に言われています。ただやっぱ走る場所とかにもよって全然変わってくると思うんですよ。夏場のね山の中とか、もう埃もすごいし虫とかもすごいいるじゃないですか。なのでオイル交換の旅とかにね開けて一回チェックしてってやってもいいかもしれないですね。じゃあ早速交換していきましょう。アータビ。では交換していきますね。まずはエアフィルターカバーを外します。バイクによってエアフィルターの場所ってバラバラなんですけど、ハーレーは基本的にこの位置にあるんじゃないかなと思います。交換しやすくていいですね。ここで使うのは 8mm の六角レンチです。半時計回りに回してボルトを緩めていきます。この時にカバーを押さえてないとポロッと落っこちちゃうので、カバーが落ちないように押さえながら外しましょう。中を開けるとこんな感じになってます。続いて真ん中の3つのネジを外していきます。ここで使うのはトルクスドライバーです。基本的に何点かで止まっているところは1本ずつ一気に外したりせずに、全部均等に外すようにしてます。ここもね押さえてないとカバーが落ちてきたりするかもしれないので、押さえながらボルトを外していくと良さそうですね。はい、これで3本とも抜けました。プレートとエアフィルターを外すとこんな感じになってます。ちょっと撮影中にゴミとか虫が入ったら嫌なので、とりあえずウエス詰めておきます。捨てとかでも大丈夫です。こちら外したエアフィルターです。かなり汚いですね。虫もね入ったりしてるので、これはもう完全に交換時期になります。クリーナーケースの中もね結構汚れてるので、ここもね拭いてきれいにしておきます。特にね溶剤とか洗剤を使わなくても、水拭き空拭きぐらいでも全然きれいになります。あとねそうこの吸気口っていうのかな、ここがねすごい汚れるんですよ。な
なのでね、ここも丁寧にきれいにしておきましょう。チューブもずっと変えてなくて結構傷んできたので、今回ね一緒に交換しておきます。こんな感じでね、つけてから装着するとつけやすいです。各部ぴったりはまるように合わせていきます。同じようにプレートでまた固定していきます。ダウンって書いてある方を下に向けて3本ボルト止めしていきます。はい、しっかりとつきました。この辺のね、細いネジって本当に舐めやすいんですよ。なので締めすぎに注意した方が良さそうです。一応変な風についてないかとか曲がってないかとか目視と手で確認しておきます。大丈夫そうならカバーをまたボルト止めして完了です。もうね、ほんとめっちゃ簡単です。あたびでは使ったアイテムを紹介していきます。まずはエアフィルター。これは今ついているものと基本的に同じもので大丈夫だと思います。実際にエアフィルターに書いてある型番を入れて検索するか、車種名エアフィルターみたいな感じで検索すると出てくると思います。今回は純正ではなくて社外品を使ってみました。純正の半額以下で純正と同等もしくはそれ以上の性能があるっていう風に書かれてたので、一回ね試してみたいと思います。一応概要欄にリンク貼っておきますね。エアフィルターを清掃して使うこともできます。エアブローで汚れを飛ばすか、取扱説明書にはぬるま湯に少しの洗剤を溶かしたもので洗い、陰干しでよく乾かしてからつけるのも大丈夫だというふうに書かれていました。私は乾式フィルターの場合は基本的にはもう交換してますね。使う工具はこの2本だけです。8mm の六角レンチと T27 のトルクスドライバーです。自分の車種に合うサイズだけ買ってきてもいいんですけど、結構ねいろんな場面で使えるんですよ。なのでいろんなサイズがねセットになったものを用意しておく方が便利だと思います。あとは汚れを拭くためのウエス、もうこれはね着古した服とかでも大丈夫です。タオルでもいいです。それと一応グローブをしておくと怪我の防止にもなっていいですね。あたびはい、いかがでしたか？結構ね簡単に交換できるものなので、定期的に見てあげるとねバイクにも優しいんじゃないかなと思います。私のチャンネルではこんな感じでバイクの整備動画とかモトブログ上げてます。面白いなと思っていただけましたらチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いします。ではまた次回のお旅でお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。